どうも。いやー、暑いですね。こんな暑い中、登山なんかしたら熱中症が怖いですよね。というわけで今回は登山における熱中症について勉強したので動画にしてみました。こんなおじさんの声だけだと余計暑苦しいと思うので、今回は温度計くんと一緒にお届けしようと思います。よろしければ最後までお付き合いください。まずこの動画を作ろうと思った経緯なんですけど、先日配信した江ノ岳の登山中に実際に熱中症になりました。本来は5時間くらいのコースらしいんですけど、自分は熱中症の影響もあって7時間以上かかりましたね。詳細はぜひ動画を見ていただきたいと思いますが、とにかく山の中で発症するのは危険だと身をもって知ることができました。で、調べれば調べるほど宮崎らへんの登山では熱中症のリスクが高いということが分かったので動画にしようと。そういうことをですね、アホなりに頑張って調べただけなので、参考程度に留めていただけたら幸いです。ちょっと前置き長くて申し訳ないんですけど、あと一つだけ。この動画では登山と熱中症にフォーカスした解説を行います。熱中症になるとどうなるか、その前兆は、対処法はとか、そういった基本的なことはネット上にたくさんありますので、そちらをご覧いただけたらと思います。では本題に入っていきます。そもそも山は標高が高く涼しいため熱中症のリスクが低いと考えられがちですが、熱中症のなりやすさは山によって大きく異なります。では熱中症になりづらい山とは何かという点から考えてみましょう。熱中症になる外的要因とは気温、湿度、日差しですが、このグラフを見る限り標高が高くなるにつれ気温と湿度は下がり、日差しはきつくなりますね。日差しは装備である程度は対策できると思うので、高い山ほど熱中症のリスクが低くなるということになります。では熱中症になりやすい山はどんな感じかというと、まず標高が低い。地表で温められた空気は上昇しながら膨張して冷却されます。これが標高が高いほど気温が低いという理由ですね。ラーメンと一緒です。スープの中で温められた麺をすくって持ち上げれば上げるほど冷たくなるみたいなね。そういうことです。この原理によれば低山であるほど気温が高く、高山に比べると熱中症になるリスクが高いということになりますね。続いて湿度が高い。熱中症になる主な原因の一つとしては、人間が持つ冷却システムがうまく機能していないというものがあります。人間の体は汗が蒸発する際に生じる気化熱によって体表から熱を奪い、体温を一定に保っています。この発汗による冷却は最も重要な体温調節メカニズムの一つです。しかし湿度が高く風通しも悪い状況下では汗が蒸発せずにダラダラと流れ落ちるだけになりますよね。こうなると体内に熱がこもり、体温が著しく上昇することで熱中症が発症します。では湿度が高く風通しが悪い状況下を登山に当てはめてみると、樹木が密集した樹林帯が該当しますね。近くに水場などがあれば湿度はさらに高くなり、熱中症のリスクは高くなります。これらの熱中症のリスクが高い山の条件をまとめますと、標高が 1000m 以下の低山で樹林帯の山ってことになります。これもろに宮崎によくある山ですよね。自分が熱中症になった江ノ岳を例に見てみると、標高 728m、 登山口の標高はほぼ 0m となっております。山中はこんな感じで木々が密集した樹林帯で水場もあって湿度も高めでしたね。誤解がないように言いますが、見どころも多くていい山だと思います。ただ夏の炎天下に登るのは熱中症のリスクが高い山だと身をもって知りました。ではどうすればいいのか。答えは簡単で、夏には山に登らない。以上と言いたいところなんですが、そんなの登山家が聞き入れるわけないのは分かっているので、ここからは対策についてご紹介したいと思います。まずは汗対策ですね。汗をかくのは重要な体温調節ですが、水分だけでなく体に必要な成分も一緒に失われます。汗に含まれる塩分やエネルギー源となる糖分、筋肉の働きを助けるカリウムなどをバランスよく補給することが大切です。
それらを効率よく摂取できて熱中症対策になる商品を九州人のソウルフレンドドラッグストアコスモスで買ってきたのでご紹介します。まずは飲み物ですね。スポーツドリンクが良いっていうのは説明するまでもないですよね。塩分と糖分を効率よく摂取できて、しかも美味しい。まあスポドリのことを改めて説明する必要はないと思うので、ここでは経口補水液、いわゆる ORS についてご紹介します。コスモスにはこの2本があったので買ってきました。これはスポドリと ORS の違いを表にしたやつです。まあいろいろ書いてありますが、決定的な違いは味ですね。ORS はまずいです。スポドリを薄くした塩水みたいな味がしますね。まさに良薬口に逃がしといったところでしょうか。せっかくなので飲んでみたいと思います。まずは OS1。経口補水液市場で圧倒的なシェアを占めています。味は塩味ですね。塩水とは言いませんが、塩味の薄いスポドリですね。続いてこちら、ご存知アクエリアスの ORS ですね。うっすら感じる程度に柑橘系の味がしますね。塩味は OS1 の方が微妙に強いかなって感じですね。まあどっちも美味しくはないですね。ただこの ORS が美味しく感じる時があるらしいです。それは体が欲している、つまり熱中症や極度の疲労による脱水症状に近づくほど美味しく感じるとのことです。なのでジムに行って足を中心とした筋トレとダッシュで限界まで追い込んでから飲んでみました。冗談抜きで美味しく感じましたね。普段は微妙だった塩味が乾いた体に染み渡っていくような感じで、味は重要じゃないとはいえ不思議な体験でしたね。話を戻すと、スポドリをメインで飲んで予防を行い、もしも熱中症や脱水症状になったら ORS で治療を行うと。ORS は医療品という位置づけでザックに1本常備しておくといいと思います。続いて経口食について考えたいんですけど、熱中症対策が前提であることを考えると、やっぱり夏なんでね、おにぎりとか弁当みたいなものは傷んだり食欲がなくて食べたくないって問題がありますよね。そこでさっぱり食べられて熱中症対策にもなる塩タブレットをおすすめしたいですね。最近は小学校の下校時に熱中症対策で配布したりもするらしいですね。塩飴みたいな商品もありますけど、個人的に飴は味が濃すぎて登山中はしんどくなるんですよね。その点も塩タブレットはさっぱりしていて食べやすくていいですね。コスモスで買ってきた2種類を食べ比べてみました。まずは塩分チャージタブレッツ。これはスポーツドリンク味ですが、レモンとか梅味もありますね。中はこんな感じ。いただきます。塩辛いって感じは全くないです。ほんのり塩味がする程度。美味しいです。続いてはアサヒグループ食品の三ツ矢塩タブレットです。もう食べなくても味が想像できますね。想像通りの味ですね。シュワッとした口当たりも再現されていて安定の美味しさです。塩タブレットもたくさん種類が出ているので、お気に入りを探すのもまた楽しいかと思います。ただ塩タブレットだけではエネルギーが少ないので、高カロリーな食品も携行してくださいね。登山ではシャリバテ、いわゆる栄養失調が起きやすいのは常識ですが、夏山では疲労のあまり食欲も落ちて熱中症のリスクや症状を悪化させる要因にもなります。エネルギーの消費量をスポーツ別で調べてみたところ、野球は約300から500キロカロリー、サッカーは1000から1600キロカロリー。では登山はというと、登山による消費エネルギーのシミュレーターを作ったので、それを使って調べてみましょう。じゃあ柄の岳登山を想定してみましょうか。体重だいたい75キロぐらい、荷物の重さは軽く見ても5キロですかね。登山距離はざっくり10キロとしましょうか。累積標高は750メートル、その結果は2450キロカロリー。このようにスポーツの中でも登山の消費エネルギーは高いです。まあ自分が作ったシミュレーターなのでそこまでね信用はできませんが、ヤマップの記録的にも2336キロカロリーなので消費が高いっていうのはまあ間違いなさそうですね。
蛍光食として定番のおにぎりとかまんじゅうが夏場は微妙ということになると、おすすめなのは栄養補給ゼリーですね。食べやすいというのもありますし、エネルギーだけではなくスポーツで必要な成分も含まれています。コスモスでも品揃えが豊富で求めやすいのもいいですね。なんかコスモスの回し物みたいになってますが、当然そうではないので、まあ大好きなお店ではあります。では最後におすすめの山について考えてみたいと思います。これは熱中症にならない山という意味ではないことを強調させてください。まず条件としては、スタート時点から標高が高い、風通しが良い、終始樹林帯ではない。この3点がポイントになるかと思います。それを考えると、すぐに思い浮かぶのは海老の高原から登れる唐国岳とか古式岳になりますね。新燃岳の影響が心配ではありますが、安全が確保されているのであれば、夏場でも比較的熱中症のリスクは低いのではないかと思います。あとは山間部なども良いのではないでしょうか。例えばメラ三山の一房山の5合目登山口は標高約1000メートルで、序盤は樹林帯ですが、後半から樹林帯を抜けて風通しも良くなります。帰りはすごくいい温泉もあるので、観光にもいいかと思います。まあ以上ですかね。一応最後に自分が熱中症になった時の症状についてお話ししますと、登山中は意識が朦朧として頭痛がひどかったですね。で、帰宅途中で手足のしびれが出てきて、シャワーを浴びたら寒くて震えが止まらなくなりましたね。夜は発熱があって疲れてるのに眠れないみたいなね。無事に戻れたから良かったんですけど、意識を失って滑落したり頭を打ったりとかね。熱中症は命に関わる危険な状態だと身をもって知りました。夏は登山を控える。行くならリスクが低い山にする。一人で行かない。ドリンクは必要以上に持っていく。これ以外にもたくさん対策はあるかと思いますが、夏山に挑戦するのであれば、どうか万全の対策を持ってお出かけいただくよう心よりお願いいたします。というわけでぼちぼち終わりますね。夏でもおすすめな山やこの動画で間違っている箇所や補足などありましたらコメントいただけるとありがたいです。動画のご意見やご感想、登ってほしい山のリクエストなどもお気軽にコメントいただければと思います。気が向けばチャンネル登録もお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。またどっかの山でお会いしましょう。